明るく生きる人だけが知っている。人生がうまく回り出す理由。うまくいく人は明るいんじゃない。明るい人がうまくいくだけだ。この言葉の意味が腑に落ちた時、あなたの人生は静かに反転を始める。試して失敗してそれでも笑っている人、口癖一つで雰囲気が変わる人、嫌なことがあってもまあいっかと流せる人。彼らの共通点は才能でも環境でもない、たった一つ、明るさを選んでいるということ。しかもこの明るさは訓練も才能もいらない。今この瞬間から誰でも身につけられる。科学が証明した明るい人だけが知っている人生の秘密。今日あなたにも全て伝えます。明るい人ほど行動する回数が多いという事実。なぜ明るい人はうまくいくのか。その理由は驚くほどシンプルだ。行動の回数が圧倒的に多いからである。例えば3軒しか飲食店に行ったことのない人と100軒訪れた人ではどちらが当たりを引く確率が高いだろうか。恋愛でもビジネスでも遊びでも同じだ。経験の総量はチャンスの母体になる。ではどうすれば行動の回数を増やせるのか。それが明るさという心の姿勢にかかってくる。明るい人は未来をまだ見ぬ可能性と捉える。暗い人は未来をまだ見ぬ失敗と捉える。ただそれだけで行動のスピードと頻度が決定的に変わってしまうのだ。成功者に共通するのは打席数が多いという事実だ。彼らはいつも絶対に当たるバットなんて持っていない。ただ振り続けている。それだけだ。それができるのは心が明るいから。つまり行動力の土台には性格ではなく態度としての明るさがある。何かを始めるとき失敗を怖がって止まる人と面白そうじゃんと笑って飛び込む人とでは時間の経過とともに見える世界がまるで違ってくる。もし今あなたが行動できないと悩んでいるなら、それは意志が弱いのではない。まだ心が暗くなっているだけかもしれない。人生を動かす第一歩は行動の回数、そして行動の回数は心の明るさによって決まっている。この事実を知ったとき、人生を前に進める力はすでにあなたの中にある。失敗を恐れないではなく気にしないだけでいい。多くの人は失敗を怖がるなと言われると余計に固まってしまう。だがそもそも失敗は恐れるものではない。本質はそこではない。失敗を気にするかどうか、それだけだ。なぜ明るい人は何度転んでもまた笑って歩き出せるのか。答えはシンプルで気にしていないからだ。発明王エジソンは電球を作るまでに1万回以上の試行錯誤を繰り返した。それを問われて彼はこう答えた。失敗したことはない。ただうまくいかない方法を1万通り見つけただけだ。この気にしなさが明るさの本質だ。ポジティブ思考とは空元気でも強がりでもない。ああ、うまくいかなかったな、でもそれも経験だと笑える。人生に対する軽さなのだ。暗い人は失敗の意味を引き伸ばす。自分には向いてない、やっぱり無理だ、たった1回の出来事を未来永劫のレッテルに変えてしまう。一方で明るい人は失敗を1回の出来事として完了させる。そこに感情の引きずりはない。だから次の行動も早い、結果も早く出る。この差は能力の差ではない。気にしないというたった一つの選択だけで人生の速度は変わる。心が軽い人は人生も軽やかに進む。もし今あなたが過去の失敗にとらわれているなら、それはもう今日で終わりにしよう。人生はうまくいかないことの連続だ。でもその全てをまあ一家で済ませていい。その度に少しずつ心が明るくなり、次の挑戦の背中を押してくれるようになる。人生を変えるたった3つのポジティブ口癖。人は思考で感情を作るのではない、言葉で感情を作っている。日常の何気ない口癖はあなたが何者としてこの世界を生きるかを決めている。だからこそ明るく生きたいならまず口癖から変えればいい。ここで紹介するのはたった3つの言葉。それだけであなたの脳はポジティブに書き換わる。1つ目、どうせをとりあえずに変える。どうせ失敗する、どうせ自分には無理。この言葉が頭に浮かぶ瞬間、未来は閉じる。だがとりあえずやってみるだけで脳は前向きな準備モードに入る。とりあえずの力は完璧よりも前進を選ぶ勇気だ。この口癖を使う人の人生は止まらない。2つ目、一家を合図にリセットする。嫌なことがあった時、心にたまる檻のような感情、それを一瞬で手放せる魔法がこの一言一家と声に出した瞬間、脳内のストレス物質は減少し、前向きな行動を促すホルモンが分泌される。小さなことに引きずられない人ほど大きな人生を築いていく。3つ目、それもそうだねで世界を柔らかくする。誰かと意見がぶつかった時、正しさをぶつけるよりもまずこの一言で世界は和らぐ。それもそうだねと言える人は自分と違う価値観も許容できる人。これは対人関係における摩擦の回避力であり、
明るく生きる人の最大の武器だ。口癖は無意識の繰り返しが人生を形作る装置。3つの言葉を変えるだけで脳は確実に変わる。そしてあなたは自分でも驚くほど明るい人に近づいていく。感情は言葉から作られるという脳科学的根拠。私たちは感情によって言葉を選んでいる。そう思い込んでいる。だが脳科学は逆の事実を突きつける。言葉が感情を作っているという事実を。神経科学の分野では言語が感情中枢のスイッチになるという研究結果が数多く報告されている。扁桃体や前頭前皮質といった脳の部位は言葉に含まれるニュアンスやリズムによって興奮レベルが変化する。つまり何を言うかで脳は喜びも怒りも悲しみも作り出している。例えばもう最悪だという一言、これを繰り返すたび脳内ではネガティブな感情が現実化され、それがそのまま今日の自分を定義してしまう。だがもし同じ状況でもまあ面白くなってきたじゃんと言い換えたらどうだろう。脳は意味の再解釈を始め、前向きな状態へ自ら切り替えてくれる。言葉は思考の道具ではない、感情を作る起爆剤なのだ。カナダの心理学者リサフェルトマン・バレットはこう述べている。私たちは感情を経験するのではなく構築している。つまり悲しいから泣くのではなく、悲しいという言葉を使ったから泣く準備が始まるのだ。だからこそポジティブな言葉を使う人はポジティブな人生を歩む。その順番は逆転できない。口から出る言葉が感情を決め、感情が行動を決め、行動が人生を変えていく。たかが口癖が全ての運命を変えるレバーになる。ポジティブな人は現実の見方がうまい。ポジティブな人は現実が特別に恵まれているわけではない。むしろネガティブな出来事の総量は誰にとっても平等だ。ではなぜ彼らの人生は明るく見えるのか。それは現実の見方がうまいからだ。例えば雨が降る。ある人はせっかくの休日なのに台無しだと嘆く。だがポジティブな人は部屋の掃除ができる時間ができたと笑う。同じ事実でも選ぶ解釈で一日の質が変わってしまう。この力を持つ人は二分割思考に縛られていない。良いか悪いか、正しいか間違いか、白か黒か、そうやって全てを二極化してしまう人ほど現実に疲れていく。一方ポジティブな人は中間の価値を見抜く技術を持っている。短所の裏にある長所、嫌な出来事の中にある学び、失敗に隠れたチャンス、それらを拾い上げる目線を日常的に鍛えている。心理学ではこれを認知の再構成と呼ぶ。つまり出来事の意味付けを自分で編集し直すスキルだ。これは才能ではない、習慣であり選択だ。誰だって腹が立つことはあるし、うまくいかない日はある。だがその度に意味の取り直しを繰り返すことで人生全体のトーンが少しずつ明るく塗り替えられていく。大事なのは事実に何が起きたかではない、その出来事にどんな意味を与えたか。現実は変わらなくても見方を変えた瞬間に人生はすでに別の場所に立っている。食べたいものを食べることが幸福度を上げる。我慢は美徳。そう教えられてきた私たちは好きなものを前にしてさえ罪悪感を抱くようになった。だが脳科学も心理学もこう断言する。好きなものを食べるという行為が最も手軽に人を幸福にする。近年の研究では好物を食べた瞬間、脳内にドーパミンやセロトニンといった幸福ホルモンが分泌され、ストレスホルモンのコルチゾールが減少することが明らかになっている。これは単なる気の持ちようではない。体内で実際にポジティブな化学反応が起きているという事実だ。なのに私たちは糖質は控えろ、ジャンクは毒だ、そんな情報に囲まれて自分の感情すら後回しにするようになった。健康を守るために心を蝕んでいるのだ。もちろん暴飲暴食を推奨するわけではない。だが食べたいものを心から楽しむことは人生の質を底上げする立派なメンタルケアになる。ストレスで心が沈んだ時、何もかもうまくいかないと感じた夜、そんな時あなたの救いになるのは高尚な思想や完璧な栄養バランスではなく、一杯のラーメン、一枚のピザ、一口のチョコレートかもしれない。そして何より美味しいと笑える自分が戻ってきた時、人はまた前に進める。幸せになる方法はいつも遠くにはない。目の前にある一皿で人は今日も救われることがあるのだ。明るさは訓練できる性格ではなく選択できる態度。私はもともと暗い性格だからそう言って自分の可能性に蓋をしてしまう人がいる。だが明るさとは生まれつきの資質ではない。それは今この瞬間に選び取れる一つの態度である。心理学には行動先行理論という考え方がある。気分が良いから笑うのではなく、笑うから気分が良くなる。明るい性格だから行動するのではなく、行動したから明るい人になっていく。つまり明るさは訓練ではなく選択だ。そして選択は誰にでもいつでもできる。今日
コンビニのレジで笑顔を返すかどうか、仕事でミスをして舌打ちするかまあいっかと笑うか、 SNS の不満投稿に乗るかスルーするか、そうした日々の分岐点で私たちは明るさという生き方を何度でも選び直せる。重要なのは感情に従うか感情を導くか。明るさを選ぶということは環境や出来事に反応する人生ではなく、自らの意思で態度を設計する人生を選ぶということだ。だから明るい人は強い。目の前の現実がどうであれ、自分の心の姿勢だけは自分で決められると知っているから。そしてその選択は積み重なる。やがて人格となり空気となり、なんかこの人一緒にいると気持ちいいよねと言われる人になっていく。性格ではなく態度を選び続けた結果が明るい人なのだ。あなたも今日からその一人になれる。たった今から何度でも。明るさは性格ではない、生き方である。明るさとは誰かが与えてくれるものではない。運でも才能でも生まれ持った気質でもない。それはあなた自身が選ぶ生き方である。現実の中には思い通りにならないことが山ほどある。努力が報われない日もある。不条理に心が削られる瞬間もある。そんな時、人は気づかないうちに暗さを正当化してしまう。今は辛いんだから落ち込んでも当然だ。笑ってる場合じゃない。だけどだからこそ、そんな状況でこそ明るさを選べる人が強い。ポジティブであることは現実逃避ではない。それはどんな現実にも意味を見出し、どんな状況にも希望を持ち続ける意志の力だ。今日の小さな選択が明日の生き方になる。まあいっかと笑って流すその一瞬が、とりあえず動いてみるその一歩が、それもそうだねと受け入れるその余裕が、あなたの人生の空気を変えていく。そして気づけば変わっている。周りの人の反応が、起きる出来事の流れが、そして何よりあなた自身の心の重さが。明るく生きるとは自分を大切にする最もシンプルで力強い方法だ。それは誰にでも今この瞬間からできる。人生がうまくいっている人に共通するのは明るさを持っていることではない、明るさを選び続けていること。あなたもきっともう選べるはずだ。その一歩から人生は静かに回り始める。